にちは、とびちゃんぽんです。東京羽田空港からエアアジアを利用してマレーシア・クアラルンプールに行きました。連休ではなく普通の土日で行く海外旅行、弾丸旅を検討している方の旅の参考になれば幸いです。金曜日の22時、羽田空港のフードコート。機内食のない LCC に乗るので、出発前にうどんを食べます。23時3分、149番ゲートから出発です。今回利用する飛行機は LCC のエアアジア。23時55分、定刻通りの出発です。座席は安定の狭さ。飛行中とても寒いので上着が必須です。朝7時32分、クアラルンプール国際空港に到着です。空港からクアラルンプール市内への直通列車KLIA エクスプレスに乗って KL セントラル駅まで向かいます。チケットは日本で事前購入できるので、購入時に発行された QR コードをかざして簡単に入場することができます。所要時間はだいたい30分前後、15分から20分の間隔で運行しています。気がついたら出発1分前、慌てて乗車します。マレーシアは1年を通じて常夏の気候。いつ行ってもとにかく暑いのですが、電車の中はキンキンに冷えているので、移動時間でクールダウン、暑さで消耗する体力をできるだけ回復します。車窓からはタワーマンションっぽい建物がいくつか見られます。マレーシアのタワーマンションは日本からの移住者も多く暮らしているそうです。基本的にお部屋の契約には家具がついてくるそうです。賃貸契約をしたらすぐに住める状態になっているということですね。ちょっと気になったのでクアラルンプールの家賃相場を調べてみました。結構するみたいですね。すべての部屋はベッド付き。なるほど。さて、20分ほど乗車すると都会的な街並みというかイオンが見えてきました。これはショッピングモールですね。マレーシア国内にはイオンのショッピングモールが28店舗もあるんだそうです。KL セントラル駅に到着しました。KL セントラル駅の構内をしばらく歩きます。徒歩5、6分程度でしょうか。ミュージアムネガラという地下鉄の駅に到着します。ここから今回宿泊するブキビンタンの駅まで切符を買います。この販売機ですが、機械によって受け入れ紙幣が異なります。あと結構な確率で紙幣を認識してくれないので、次の場所に行くのに急いでいる時はめちゃくちゃに焦ります。買いました。切符はコインの形をしています。1番線からの出発。ここミュージアムネガラから3個目の駅が目的地のブキビンタンです。プラットフォームのピンク色の乗り口は女性専用車両です。はい、ブキビンタンに到着しました。改札を出るときはさっき買ったコインを投入するとゲートが開く仕組みです。ブキビンタンはクアラルンプール屈指の繁華街。大型のショッピングモールやホテル、レストラン、カフェなど様々なお店が軒を連ねています。先ほどのイオンとかもそうですが、日本のお店が結構あってよく見かけます。この時間は朝の8時半頃だったので、お店は軒並み閉まっています。今回ブキビンタンからツアーを利用して世界遺産マラッカへ向かいます。ツアーの専用車で1時間半ほどでマラッカに到着です。マラッカを流れるマラッカ川のリバークルーズに参加します。モノレールの効果がありますが、今は使われていないんだそうです。リバークルーズの時間はだいたい30分から40分ぐらい。クルーズ船は夜も運航していて、川の両端はイルミネーションでライトアップされるんだそうです。こ
こでクルーズ船を降りてマラッカの街を散策します。インスタ映え間違いなしのカラフルなウォールアート。異国感を感じるのにどこか懐かしいような、来たことがあるような不思議な街並み。2008年にマレーシアで初めて世界遺産として登録されました。謎の帽子が種類豊富に売っていて気になります。チェンフン天寺院はマレーシアで最も古い仏教寺院。建設は1646年。本堂の完成は1704年。当時の姿をそのまま残す本堂の建築資材はすべて中国本土から運ばれたものなんだそうです。ここはジョンカーストリート、マラッカのメイン通りです。お土産屋さんやレストランが軒を連ねています。かき氷の有名なお店、入店待ちの列ができていますね。お店の隣には唐突にボディービルダーの銅像、ガンブン・レオンさん。マレーシアのボディービルダー界の父と呼ばれているんだそうです。ニョニャ料理のレストランにやってきました。ニョニャ料理とはマレー料理と中国料理がミックスされた多国籍料理。中華系移民の男性とマレー系の女性が結婚して食べる家庭料理に由来しています。冷たいお茶と前菜として揚げシューマイみたいな食べ物が出てきました。中に切り干し大根が入っているんだそうです。上に乗っている赤いやつは唐辛子みたいですごく辛いです。量を調整していただきました。アヤムポンテ、鶏肉とじゃがいもの煮込みです。こちらは日本でもおなじみの食材、オクラを茹でたもの。こちらは醤油の野菜炒めのような料理。固めの白ご飯、エビとパイナップルのココナッツカレー。家庭料理なので派手さはないですが、どれも優しい味付け。こちらは東南アジア発祥のかき氷チェンドル。甘じょっぱい不思議な味がします。ニョニャ料理をすべて完食してマラッカ中心部の広場に行きます。テンテンと容器を叩きながら作られるこのお菓子、香港発祥のキャンディーなんだそうです。中華街のような、そうでないような、いろいろな表情がある楽しい街並みです。オランダ広場にやってきました。マラッカの街の中心部に位置するオランダ広場。ピンク色の建物はオランダ統治時代に建てられた教会や時計台です。これらのピンク色の建物、建設当初は全て真っ白だったんだそうです。イギリス植民地時代の1911年になぜかピンク色に塗り替えられて今の姿になったそうです。ピンク色の壁のセブンイレブンに来ました。街歩きは汗をたくさんかくので水分補給が大事です。これ明らかに千代ビタですね。瓶入りの豆乳ドリンク、ちょっとこれはごくごくといけなそう。飲み物を買って外に出るとお昼のアザンが流れていました。この礼拝の時間に流れるアザンですが、何時何分と厳密に時間が決まって流れているわけではないんだそうです。録音したものを流す場合も多いのですが、ここで流れているアザンは生歌なんだそうです。この木はマラッカの木。昔々スマトラという島にパラメスワラという王子がいました。彼は強い敵に追われて新しい場所を探していました。ある日、パラメスワラは長い旅の末、きれいな川のそばにたどり着きました。そこには大きな木がありました。疲れたパラメスワラはその木の下で休むことにしました。休んでいると小さな鹿が犬に追いかけられているのを見ました。でも鹿は勇気を出して犬を蹴り飛ばし、犬を追い払いました。この光景を見てパラメスワラは、この場所は強くていい場所だと思いました。そこでパラメスワラはこの木の名前からこの場所をマラッカと名付け、新しい町を作ることにしました。マラッカはすぐにたくさんの人が集まる町になりました。商人や旅人が来て物を売ったり買ったりして賑やかになりました。これがマラッカの始まりと言われています。高台からの眺め、うっすらと見える海岸線はマラッカ海峡。東南アジア最大の通信塔クアラルンプールタワーが見えます。
セントポールの丘に立つフランシスコ・ザビエルの銅像。ザビエルはこの地を中国と日本への宣教活動の拠点として利用していました。この場所の名前はセントポール教会。セントポール教会は16世紀にポルトガル人によって建てられました。この教会は長い間放置されていましたが、今では観光スポットとなっています。放置されすぎたあまり、かなり朽ち果てています。この教会を作ったポルトガルはキリスト教のカトリック。その後、マレーシアを支配するオランダ、イギリスはプロテスタントだったため、カトリックの教会として建てられたこの教会は見放され、メンテナンスされない状態が長く続いてしまったんだそうです。教会には屋根がなく、赤い壁だけが残されています。教会の中には石でできた墓石がいくつか立てかけて置いてあります。海賊のシンボルマークが描かれた墓石が印象的でした。ブキ・マラッカとあります。ブキはマレー語で丘という意味。この建物はサンチャゴ砦。サンチャゴ砦は1511年にポルトガル人によって建てられました。この砦はポルトガルの支配を支えるための重要な拠点となり、ポルトガル人はここから貿易を監視し、税金を徴収していました。その後、マラッカはオランダに占領されたり、イギリスに支配されたりするようになり、そんな中で砦の一部は解体され、今では唯一門だけが残っています。この日は3月30日。お昼ぐらいから気温は30度を超えてきます。ガイドさん曰く年間を通じてこのぐらいの気温なんだそうです。ツアーが終わってホテルに来ました。今日泊まるのは JW マリオットクアラルンプール。羽田空港から金曜の夜に出発して日曜の夜に帰ってくる場合、1人当たり往復4万1000円から、この往復の航空券に1人約8000円をプラスすると5つ星ランクの JW マリオットに宿泊することができます。日本で宿泊する場合と比較するとプラス8000円でマリオットはとてもお得感があります。チェックインを済ませてお部屋に向かいます。お部屋はこちらの1240号室。トイレはウォシュレットはないですが、ハンディシャワーがついてます。お風呂には小さいながらもバスタブがついていて、バスタブ専用のシャワーがついています。バスタブはちょっと浅いですね。体育座りをして入浴するような感じでしょうか。天井は高くピカピカに清潔です。シャワーはハンドシャワーと打たせ湯式のシャワーの2種類。入り口脇の収納をオープンすると何もないけど傘があります。スコールが多いので嬉しいですね。お部屋に入ってみます。ブラウンを基調としたシックなお部屋です。天井が高くてとても落ち着いた雰囲気です。暑くもなく寒くもない、乾燥もしてない、とてもいい状態です。ミニバーのコーナー、瓶入りのお水が2本、カプセルタイプのコーヒーのパウチとティーバッグ、冷蔵庫は空っぽでした。カーテンを開けると窓の外は街、大都会ですね。目の前は大型ショッピングセンターです。早速外に出てショッピングセンターに向かってみます。なんだかとても日本っぽい雰囲気。日本で例えると新宿のようなイメージでしょうか。ショッピングセンターパビリオンの入り口を入ったところ、キランキランに輝いています。中には大きめのスーパーマーケットがあってお土産を買うのに便利です。グミやキャンディーなども充実しています。お腹が空いたのでパビリオンの中で夕ご飯を食べます。
マレーシア料理を食べるつもりだったのに吸い込まれるように来てしまったディンタイフォン。クアラルンプールのディンタイフォンのいいところは並ばずに入れるところ。サンラータン麺を注文。あんかけスープに麺をよく絡めていただきます。熱々でいつまでも冷めないタイプのトロトロスープなのでやけどに注意です。疲れた体に優しい酸味が癒しを与えます。ディンタイフォンに来たら食べずにはいられない小籠包。針生姜を乗せて割らないでそのまま丸ごといただきます。これはいつ食べても美味しい。ライムジュースにレモングラスが入った飲み物。爽やかな清涼感。そしてエビが入ったプリンプリンの水餃子。美味しかったです。ごちそうさまでした。日本よりもお安く食べられるのでマレーシアのディンタイフォンおすすめです。パビリオンの6階には東京ストリートというエリアがあります。東京ストリートにはお寿司などの日本食レストランや日本の商品を取り扱うショップと100円ショップのダイソーなどがあります。お寿司屋さんには行列ができていてどうやら人気店のようです。トム&ダニーというコーヒーショップに来ました。瓶に入った水出しコーヒーがおしゃれです。ゆとりのある座席でゆったりとした時間が過ごせました。さて、ゆっくりと休憩をしたのでクアラルンプール最大の屋台街に向かってみようと思います。日中がとても暑いせいか夜になって涼しくなると街の中の人口密度がぐっと上がります。メインの通りはどこも賑やかで女性だけでお茶をしてたり治安の悪さはあまり感じられません。人気の屋台街アロー通りです。アロー通りは様々な食べ物の屋台が一箇所にギュッと集まっている通りです。アロー通りではマレー料理はもちろん中華料理、タイ料理、ベトナム料理、様々な国の料理を食べることができます。人通りが多く混雑しているように見えますが、みんなのんびりとした様子なのでゆっくりと散策することができます。アロー通りではビールなどのお酒は提供していますが、飲酒が禁止されているイスラム教国家のマレーシアだからでしょうか、極端に泥酔した人も見かけません。アロー通りを後にしてキビンタンのメインストリートに戻ってきました。上を走るのは KL モノレール。朝6時から深夜12時まで約7分間隔で運行しています。キビンタンはこんな感じで夜通しにぎわっていて、朝方まで営業しているクラブやバーも充実しているみたいです。どこを歩いても人がたくさんいるので歩いているとどんどん消耗してきます。そろそろホテルの方に戻ろうと思います。先ほど言ったショッピングモールパラビオンの通りを挟んで目の前にあるのがこちらスターヒルギャラリーというショッピングセンターです。マリオットと建物がつながっているので外に出ずに行き来することが可能です。モールの中の大きな本屋さんにカフェが併設されていたので立ち寄ってみました。抹茶のロールケーキと水出しアイスコーヒーを注文しました。疲れているので甘いものが一段と美味しく感じられます。本屋さんの中のカフェだから本当だったら読書をしながらゆっくりするのがいいのかもしれない。ゆっくりした時間を満喫できました。部屋に戻りたいと思います。次の日、朝ごはんはホテルのビュッフェをいただきます。今回は朝食付きの宿泊プランを予約しましたが、朝食なしのプランの場合でも60リンギットを追加すればビュッフェを利用することができます。料理はマレー料理、中華料理、インド料理と多彩なラインナップ。ベジタリアンやハラルフードにも対応していて、ウインナーやポテトのようなスタンダードな洋食も完備されていました。フルーツの種類も充実しています。頑張っていろいろたくさん食べました。
さて、朝食を食べてチェックアウトをしたら空港に向かいます。14時25分発の羽田駅に乗って帰ります。浮ビンタン駅から地下鉄を使って KL セントラル駅に来ました。KLIA エクスプレスでクアラルンプール国際空港まで向かいます。帰りの飛行機は行きと同じくエアアジアを利用します。エアアジアはウェブサイトからチェックインができるのですが、搭乗する14日前からチェックインが可能になり、搭乗の1時間前まで手続きを行うことができます。早い時期にオンラインチェックインをすることで希望の座席を確保することができ、機内食の手配も事前に済ませることができます。また、預け入れる手荷物がなければ自動発券機からチケットを発行することができるので、チェックインカウンターに並ぶ必要がなく、チケット発行後直接搭乗ゲートに進むことができます。預け入れの手荷物がある場合はチェックインカウンターに並ぶ必要がありますが、それでもオンラインでチェックインを済ませておけば希望の座席もあらかじめ確保しておくことができるので、多少スムーズに完了することができると思います。そういえば浮ビンタンで自分用のお土産を買いました。小さいサイズのタイガーバーム、旅先に持っていくのにちょうどいいサイズです。クアラルンプール国際空港に到着しました。まだ時間に余裕がありますが、ひとまずは自動発券機からチケットを発行します。搭乗券を手に入れれば一安心。空港内でゆっくりと過ごします。空港の中にあるディンタイフォン、ここも比較的並ばずにすぐ入れるので、なかなかの穴場だと思います。プライオリティパスで入れるラウンジに来ました。パスタやたこ焼きなど種類は豊富ではありませんが、どれもなかなか美味しいです。甘くて美味しいカットスイカがたくさん食べられます。途中の売店で機内で飲む用の飲み物を購入します。買うときにレジで機内で飲むよと伝えると専用のバッグに入れてくれて X 線検査をパスできるようになります。結構歩いた末ゲートに到着、そして定刻通りに搭乗。ここから約7時間のフライトです。寝たり起きたりを繰り返し22時35分羽田空港に到着しました。1泊2日の弾丸旅ですが、今回もとても楽しい旅行ができました。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければいいね、チャンネル登録をお願いいたします。